こんにちは、日光水です。日光のアウトドアショップアメツシさんに来ています。ご紹介しますね。星野昭弘さんと星野ゆかりさんです。今日はですね、今年の秋日光で開催される日光国立公園マウンテンランニング大会のお話を実行委員会の星野昭弘さん、そしてコースディレクターの奥様の、ゆかりさんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですが、日光マウンテンランニング大会、どういう大会かっていうのを最初ご説明いただけますか。日光国立公園マウンテンランニング大会は、今年で7回目を迎えるトレイルランニングの大会なんですけれども、はい、主にはですね、日光の霧降り高原のエリア、それからですね、いろは坂を登って奥日光エリアですね、そちらの方も使ったトレイルランニングの大会になっています。はい、スタートゴール世界遺産ですね、日光東照宮の前の表参道、はい、ここがすごく人気で、参加者さんも、こんなところ走れるんだっていうのでいつも感動してくださってます。何名ぐらい参加するんですかね。そうですね、今ショート、ミドル、ロングって3カテゴリーあって、全部で1200、300人ぐらいですね、参加されています。はい、主にどういう地域の方、どんな方が参加される大会なんですか。そうですね、大会自体は、56キロ、32キロ、約15キロぐらいのコースなんですけれども、やっぱり長い距離になればですね、一気にベテランの方とか、かなり自信があるですね。ただ一番多いのはやはり初心者から中級者ですね。一番ミドルコースという32キロのコースが多いんですけれども、初めてトレイルランニングのレースに出てみるとかですね、何回かしかまだ出ていなくてぜひチャレンジしてみたいっていう、割と、エントリー層の方のチャレンジに大会としてなっているかと思いますね。でも意外とアップダウンあるから32キロって言ってもね、平地の32じゃないから結構厳しいですよね。そうですね、コース自体はなかなかハードなんですけど、かなりバラエティーに富んだ景色が見られるので、頑張って完走できるというところで、で、年齢層もかなり幅広くてですね、20歳ぐらいの方もいらっしゃいますし、上の方は60代、70代のご参加の方もいらっしゃいます。例年海外からもお客様がいらしてくださってるんですけども、今年も久しぶりにタイからグループでね、私のペンションの今年サポートしますけれども、じゃあ本格的にいろんな地域から参加してもらえる大会にもう知名度がそれは上がってきてるっていう。そうですね、おかげさまで北海道から沖縄まで参加者の方はいらっしゃいますね。はい、私もねトレイルランニングっていうのはやったことがなくて、コースの違いもさることながら、その体力的とかね、技術的な違いとかって教えていただきたいんですが、ロードのランニングっていうのは、いわゆるアスファルトの上を走ることがロードランニングなんですけれども、トレイルランニングっていうのは、トレイルっていうのは日本語で未舗装路っていうふうに訳せるんですけれども、もちろん山の中、自然の中もそうですし、例えば海辺の砂浜とか、砂利の林道とか、あと公園の芝生の上とか、そういったところもトレイルっていうふうに呼べるんですよね。なので、明確な違いとしてはそうですね、舗装された場所かそうじゃないかっていうところでロードとトレイルで違いがあります。じゃあ特にその山の中じゃないとトレイルじゃないとかっていうことではないんですね。そうですね。ところがその日光の場合、日光トレイルランニング大会じゃないんですよね。日光マウンテンランニングっていうその名前なので、そこっていうのは違いは何かある？もちろんトレイルランニング大会っていうふうに呼んでもらって全然いいんですけれども、マウンテンってつけた、思いの一つとしては、日光国立公園には本当に素晴らしい山々がたくさんあって、ゆくゆく将来的にはやっぱりそういった日光の山を舞台にどんどん増えて、日光国立公園を楽しんでもらいたいっていう思いも込めて、マウンテンランニング大会っていうふうに、じゃあちょっとね、ただの未舗装路じゃないよ、もう確実に山だよっていうか、もう苦しんでねっていうような上のあれですかね。そういう思いもあります。もう厳しい思いをしに来てねっていうあれなんですね。相当ね、コースきついらしいですからね、楽しみにいらしてくださいね。はい。私実はね、今年54なんですよ。で、これぐらいの年齢とかから始めるのって辛いですかね、難しいですかね。
全然大丈夫だと思いま。大丈夫ですすか？はい、トレイルランニングとか、はい。こういう大会ってコースの距離の割に制限時間がすごい緩かったりとか、はいはいはい。あとはそのコースの途中にエイドステーションって言って飲み物とか食べ物を補給する場所があったりとか、年齢層上の方も参加してもらえるような大会が多いので、50代60代で今から始められるかなってちょっと不安な方もぜひチャレンジしてみてもらいたいと思います。はい、なるほど。私もね、機会があればぜひぜひやってみたいと思いますね。ぜひ。はい。距離も長くなって、いろは坂をね、走って登るっていうね、もう地元からすると無茶だろうっていうようなね、設定されてるんですけども、実行委員の秋広さん、それから特にコースディレクターゆかりちゃんから見て、今回のレースに出る方にアドバイスがもしあればちょっと教えていただきたいんですが。今大会は3つのカテゴリーがありまして、ショート、ミドルだと霧降り高原の山々だったり自然の中を走るような形になるんですけれども、特にミドルコースはですね、標高1700メートルぐらいの丸山まで登りますので、階段がね、そうですね、まだね、階段で足やられましたっていう方が結構いらっしゃってね。霧降り高原では天空回廊っていって、1445段の階段を一気に駆け上るっていうのが一つメインになってますので、ぜひそこは苦しいんですけれども、ここから見える景色がすごく最高なので、その景色を楽しみながらも、一歩一歩足を前に出していれば必ず上にはたどり着くので、楽しむ気持ちを忘れずに、そこは頑張って切り抜けてもらえたらなと思います。あそこね、てっぺんに行くとね、なんかもうこうすごい達成感がね、ある階段なんでね。またロングコースは本格的な登山道っていうものにはほとんど入らないコースなんですけれども、いろは坂を登って奥日光のエリアまで行くんですね。そのまま男体山の裏側の林道を通ってまた世界遺産エリアにゴールするっていうようなコースなんですけれども、なので結構ずっと上りが続いて最後ずっと下りっていうような形なんですけれども、走り続けられるコースなので、もちろんロングコースに参加される方っていうのはもう健脚自慢の方が多いとは思うんですけれども、しっかり走り込む練習をすると楽しめるんじゃないかなと思います。行きもひたすら上りですからね。そうですね。ひたすら走れる上りなので、いろは坂も YouTube で動画上げてらっしゃる方も拝見しましたけど、まだ上がるんかいっていうのをねかなりねおっしゃってたので、 M な方ね楽しみに本当にもう来ていただきたいと思いますね。ぜひ。秋広さんからどうですか？そうですね、先ほど話あったようにやっぱりこの景色の変化ですね、高度差がどのコースもありますので、ここで景色が目まぐるしく移り変わる、そういう様子をしっかり見ながら、気持ちをリフレッシュしながらですね、自分の足を進めていくっていうのが感想にはすごくになるんじゃないかなと思って、気持ちを常に前向きに楽しい気持ちを持ちながら動けばいつかゴールするのがスポーツのいいところなんで。そうですね。ちょうどね11月の真ん中なんで紅葉もね、日光の場合はね楽しめる時期ですもんね。そうですね。ここでね今更なんですけれども、星野ゆかりさんね、実は日光を代表するところがね、もう日本を代表するトレイルランナーなんですけれども、ちょっとねその辺の経歴についてお話をお聞かせてください。私走り始めたのは社会人になってからで、今で11年ぐらいになるんですけれども、自然の中走るのが好きで、いろいろ自分でいろんな山行ったりとかしてたんですけれども、だんだんとそうですね、いろんな大会でも入賞とか優勝とかさせてもらうようになってまして、特にですねスカイランニングって言って、トレイルランニングよりもより山岳エリアに入るような、山登りに特化したような大会ですね。そうですね。スカイランニングだと世界大会に3回日本代表として出場させてもらってまして、今年も9月にイタリアで世界選手権が開催されるので、
4回目の日本代表として、なんとか世界の上位に食い込めるように、はい頑張りたいなと思ってます。謙遜してね、彼女は言ってますけど、実は日光のね、男体山の24時間で登る記録もね、ポジションなんですよね。そうですね、男体山ってやっぱ日光のシンボル的な山だと思うんですけれども、その男体山でこう自分自身ができるチャレンジって何かないかなって考えた時に、24時間で何往復できるかっていうチャレンジをしようと思って、一応8往復っていう記録を樹立させていただきました。普通に言ってますけどね、異常ですからね。普通の人は1日かけてね、1往復ですから、記録もね、雨風の中走ってね、その8回っていうやつですからね。そのチャレンジができる期間っていうのが、男体山の統廃祭期間ですね。なので8月の1日から7日までの1週間っていうふうに決められてて、その期間が結構天候があんまり安定しない時期なので、雷も多かったりね、する時期なんですよね、ちょうどね。なので本当そのチャレンジやってる最中もやっぱ雷来たりとか、あとはずっと雨が降り続いてたりとか、天候的には厳しかったですね。重ねて言いますけど、普通はやらない時期なんですからね。じゃあもう結構ね、ちょっともう M とか何かのもうちょっとレベルが違うのでね。でも1年目こうチャレンジして、やっぱり天候で断念して、で2年目成功だったんですね。そうですね。その2年目のその走り切った後っていうかね、その記録ももちろんなんですけど、そこら辺ってどうだったんですか？やっぱり自分自身では8往復絶対したいっていう気持ちでスタートしたので、8往復できた時は本当に嬉しかったですし、正直最後はもう足も自分の力では上げられないぐらい疲労しちゃってたんですけれども、結構仲間が双葉選手のところで待っててくれて、すごい嬉しかったですね。男体山ほとんど急登なんですよね。だから下りも結構ダメージきますよね。そうですね。下りも本当にすごいテクニカルなんで、こう走りやすい下りだと下りで結構時間をなんていうんですか、稼ぐっていうんですかね。時間詰められるんですけれども、男体山の下りは本当にテクニカルすぎて、下りも結構時間かかっちゃうので、そこが難しいところですね。あとまた UTMF っていう大会で今年念願の3位っていう話、そこら辺ちょっとね、私も詳しくないんで教えていただきたいんですけど、UTMF っていうのはウルトラトレイルマウント富士っていう大会の略称なんですけれども、富士山の周りにある山々とか、町をつないで、100マイルっていうカテゴリーなんですけれども、160キロを走り切るっていうような大会で、一応制限時間は46時間ということで、もうスタートしたらゴールまでぶっ通し、ぶっ通しですね。2013年から毎年参加し続けてまして、でずっと今までは4位が最高だったんですけれども、3位ということでトップ3に入れたので、すごいですよね。よかったです。いつもね、こう Facebook とか SNS で写真を拝見したりするんですけれども、とにかくね、ゆかりちゃんのすごいところって走ってる最中笑顔なんですよね。どこでもね、こんな斜面のね上り写真でもなんかね、ニコニコしながら走ってるっていうのね、なんかこうもうちょっと異常だなっていう普通じゃないなっていうね。でも本当にこう楽しそうに走ってるゆかりちゃんのね、こう思いみたいのがこの大会のねコース設定とか雰囲気作りなんかもね、随分反映されてて、本当に参加される方も楽しそうにね、参加してくれる大会だなと思いますね。ご主人の明宏さんもね、実は市の職員だったんですよね、本当ね。そこからなぜこういうような感じで。そうですね、もう逆に日光市の職員だったからこそ、この地域の価値というか、この地域の可能性みたいなのを感じることが非常に多かったので、結婚を機にですね、いつか2人でこういうアウトドアに関する仕事がしたいなというふうにずっと思っていて、一年発起してこういう自分でお店を持って、仲間と大会を主催したりガイドツアーをしたり、お店をしたりっていう、そっちで生きていくことを決めました。
実はね、お二人ご近所さんなんですよね、意外とね。そうです霧降りの私のペンションのすぐね、上にお住まいになってて、ちょっと鼻が高いようなね、ありがたい存在なんですけども、お二人生まれは日光？私の生まれは日光なんですけど、ゆかりさんどちら？私は東京の浅草がチャキチャキ、はい出身、そうチャキチャキ、もうチャキチャキっていう言葉が出る時点でもう、あれですけど、チャキチャキなんです。なるほど。で、やっぱりその日光っていうそのこだわりみたいのっていうのはあったわけですか？そうですね、やっぱり日光でやるっていうのはもう絶対条件というか。なるほど。はい。私も自分のふるさとだったので、この地域にね、こうさまざまなところからお客様が来ていただいて、楽しい思い出を作って帰っていただくっていうことが幸せを感じていますし、妻もこの地域をすごく大切に思ってくれているので、やっぱりこう日光で日光の自然の中で、自分たちにできる、活動をしていきたいっていうのがベースになります。今このお邪魔している雨土さん、字もねちょっと天と地でね、雨土っていうちょっと変わったねこだわりのお店なんですが、このお店についてちょっとこだわりなどありましたね。はい、そうですね。お店自体は雨土を創業したのは2020年の7月なんですけれども、今のこうしたお店になったのは2021年の2月なので、オープンして1年半弱ぐらいですね。うちの場合はアウトドアショップと、あとアウトドアガイドサービスっていう、2つのお仕事をさせていただいていてですね。アウトドアショップとしてはトレイルランニングについてはもちろんですけれども、キャンプのお客様とか、釣りのお客様とか、逆にこういろいろなアウトドアを四季を通じて楽しんでほしいっていう思いがあるので、ジャンルは決めてなくて、その代わりコンセプトとして考えているのは日本のものづくりみたいなものをアウトドアを通して見ていただきたいっていう思いがあります。なので置いてある商品も割と日本の小規模なアウトドアメーカーさん、あまり大きなアウトドアショップでは扱っていないようなんですね。なるほど。それから私たちがご縁があって信頼を置いているアウトドアギアですね、そういったものを少しずつ取り扱わせていただいているような状態です。で、アウトドアガイドサービスの方は、1日1組そうですね。プライベートガイドという形でやらせていただいていて、ガイドサービスとしては、トレイルランニングとか、あるいは日光発祥のフライフィッシングとかですね、天から釣りとか、あとはトレッキングとかスノーシューとか、そういったものをさまざま四季を通じて日光国立公園でのガイドをさせていただいています。日光での遊び方をガイドするようなっていうことですかね。外から来るお客様と、地域にもアウトドアガイドの仲間がたくさんいるので、そういった方々がこう日常を行き来してもらって、日光の自然の情報交換とか新しい仲間づくりとか、そういったものを、この場所でしていただけたら嬉しいなと思ってじゃあですね、今日はいろいろお話をお伺いしたんですが、動画をご覧になっている方に、お二人から一つずつ何かメッセージをお願いします。本当参加される皆さんは日光の大自然をですね、思いっきり楽しんで、レースなんで、きつい場面もあるんですけれども、きつい分ゴールした時の達成感はものすごいものだと思うので、その達成感を楽しみにですね、ぜひコース完走を目指してもらいたいですし、レースに参加されない方々もですね、この、大会を通してその日光の良さだったりとか、この魅力とかですね、そういうのが伝わったらいいなとは思ってますので、いろいろ SNS とかですね、大会ホームページで情報発信もしているので、チェックしてもらえたら嬉しいなと思っています。ありがとうございます。じゃあ秋野さんどうぞ。日光はですね、日光国立公園っていう、日本で一番古い国立公園の一つがある、それぐらい自然の非常に恵まれた場所っていうのがこの地域の、ベースになっています。なので本当にこう四季を通じて全く違う表情に出会える地域でもあるので、ぜひよかったらアウトドアを通してこの地域の魅力っていうものをですね、楽しみにい
いろいろなところから遊びに来ていただけたら嬉しいと思いますし、私たちのお店もJR の日光駅、それから高速道路日光インターチェンジからすぐの場所にお店を構えてますので、はい、トレイルランニング以外のアウトドアも興味がある方はぜひ気楽にですねいらしてください。はい。大会のボランティアなんかで参加したいなんていう方の募集はどうですか？はい、今ボランティアの方々について絶賛募集中で、絶賛募集中。はい。大会は本当にボランティアの方々の力添えがないとできないので、ぜひねお願いしたいところで、大会のホームページの方からボランティアさん募集をしておりますので、ぜひ詳細ご覧いただければありがたいなというふうに思っています。大会の参加者ですね、マウンテンランニングに参加したいという方についてもまだ若干空きがございますので、そちらについても大会のホームページ等でですね、情報をチェックしていただいて、ぜひご検討いただければと思っています。わかりました。以前ねお伺いした時にゆかりちゃんがこの日光マウンテンランニング大会、街を挙げてお祭りのようなね大会にしたいっていうお話伺ったことがあって、ボランティアというね形でしたら選手の方との交流もね一緒にできるし、きっとゴールした時の感動もね一緒にね共有できるんじゃないかと思うので、ぜひ興味がある方お問い合わせをしてみてください。はい。本当にまだ大会まで5ヶ月ほどあるので、参加される皆さんはですね、日光の地に実際にもしよければ来てもらって、そうですね、事前にね1回ね、そうですね、岩羽坂とか紀伊水の天空回廊とかコース走ってみてもらうのもいいと思いますし、何かわからないこととか疑問点などあればその際お店立ち寄っていただければ、私たちもいろいろお答えできると思うので、大会当日だけではなく、年間通して遊びに来てもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ今日は日光国立公園マウンテンランニング大会について、日光のアウトドアショップアメツチのオーナー、そして大会の実行委員会の星野明宏さん、そして奥様のゆかりさんにたくさんお話を聞きました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。日光を見ずして結構という流れ、日光国立公園マウンテンランニング大会でお会いしましょう。